ということで、初っ端から変なテンション失礼いたしました。久々にね、高い声出して、今ちょっと喉が切れた気がした一瞬。はい。ということで、皆さん元気してますか？いやさ、元気なんだけど、元気って言えないぐらい暑いなって思って。で、今私がお話ししてる部屋も、エアコンの効きが悪いんですよ。直射日光が当たってるせいかわかんないんですけど、だからそろそろ室外機カバーつけようかなって思ってるんだけど、なんか効果あるのかって不安になるような形してて買ってないんですけど、もしね、室外機カバーかぶせてエアコンの効き良くなったよっていう方がいらっしゃったらね、どんなの使ってるか教えてください。はいさあ、ということで、このダルダルな気持ちをね、吹き飛ばすために前回の続きのお話をしていきたいと思います。何だったっけあ、そうそう、前回はね、私がなんでアメリカにいたかってお話をしましたよね。なので、今回からは、アメリカに行った時のお話をね、詳細交えてしていきたいと思います。噛んだわ。その時の様子は私のショート動画の方でもアップしておりますけれど、だいたい9時間半か、10時間ぐらいかけて、成田からサンフランシスコ行きのお客様っていう感じで到着しました。はい。いや、もう到着した時点でね、日本語のアナウンスなんてあるわけないんですよ。てかもう本当に久しぶりの海外旅行だったんで、もう当然英語だってろくに喋れたもんじゃないですよ。だからもういろんなとこで緊張するべ、普通に。で、そんな感じなのに、私のパスポートの担当者の方がね、めちゃくちゃいかつい黒人の方だったんですよ。もう一発入ったらやばいっていう形してましたよ。死あるのみみたいな感じで。で、そのいかつい方がどれぐらいアメリカに滞在するんだって聞いてこられまして、でも私、その時点でいつ帰るか決めてなくって、3ヶ月以内のどっかで帰ればいいやって思ってたんで、とりあえずその場では2ヶ月ぐらいって答えちゃったんですね。そしたらなんか眉間にしわ寄せて、Why? って聞かれてさ、あ、怖っと思って。いや、私、アメリカを車で回ろうと思ってるんですって答えたら、結局無言で眉間にしわ寄せたまま、めんどくさそうに指紋取ってくださいましたけど。いや、でも、15年前の話だけど、私がニューヨークに行った時はね、こんなに威圧感なかったよ。まずパスポート見て、指紋取って、それから隣同士で喋ってる審査官の間を通って入国しちゃったもん。最初並んでる時ビクビクしてたけど、あっけなく通れてびっくりしたもん、逆に。こういうのはやっぱり当たった人次第なのかもしれませんけど、もしかしたらアメリカだったら州ごとに何か違うのかもしれないですね。とこのような感じで、不安な入国審査を終えたんですけど、その日のうちにね、サンフランシスコからフェニックスへフライトというね、新たな不安がやってきました。で、乗り継ぎの時の話になるんだけど、また荷物チェックとかあるじゃない。当然英語なんでめっちゃ早口で何言ってるか聞き取れなくてさ、とりあえず日本と同じような仕様でやっていけばいいんだなと思っていろいろ荷物出して、身体検査の方に向かおうとしたんですよ。そしたら係員の人にお前ちょっと待ってって言われたんですよ。ちょっと怒鳴り気味でね、しかも。いや、全部出したしって思ったと同時にね、その方が私の足元を見て、指さして、それ脱いでいけよって言ってきたの。その時初めてアメリカでは靴を脱がなきゃいけないんだなってことに気づきましたね。はい。いや、国際空港だからピリピリするのわかるけど、なんかもうちょっと優しくしてくれないかな。もう英語を喋れない人からしたら何か何だか分かんないから不安で仕方ないよね。そう思うんだけど、やっぱり郷に行ってはね、郷に従いですので、このアメリカの雰囲気に慣れていかなければいけないと思いまして、また再び3時間ほどのフライトをいたしまして、無事フェニックスに到着した次第でございます。で、今回サウスウェスト航空初めて利用したんですけども、サービスに乗り心地は普通だったね。いや、ちょっと中尾明意識したけど無理だったわ、低すぎて。でも、このサウスウエストがいいなって思うことはね、手荷物の預け入れが1つ23キロ2個まで無料というね、素晴らしい特典が気に入りました。もちろんサウスウエスト以外にも安い LCC ありますけども、結構な会社が有料だったりとか、重量制限あったりするんですよ。
なので私みたいに20キロ超えする荷物の方はサウスウエストを使うことをお勧めいたします。私みたいに結果的にそっちの方が安くなったっていう例もありますので参考程度にしてみてください。それではまた話を戻していきますけど、そのフェニックス空港に着いたのが夜中の10時半ぐらいになりまして、本当はホテルに泊まろうかなって思ってたんですけど、ちょっといろいろややこしそうだったからそのまま空港レンタカーをね借りに行きました。そのレンタカー借りるときもちょっと手続きに戸惑ったりしてねもう出だし不安なまま、左ハンドル、慣れない土地、真っ暗な道路をね運転していくわけですよ。そんな感じで慣れてない道路を車で30分ぐらい走りまして、トラックストップって呼ばれる、日本で言ったらサービスエリアみたいなところですけど、ガソリンとコンビニが併設されているような施設に泊まりまして、ちょっとお腹も空いてたしお店に立ち寄ってみたんですね。そしたらそこでちょっと変わった人に絡まれてね、黒人の方だったんですけど、あんた日本から来たのみたいなこと言ってくるから、そうですって返したら、ああそうかみたいな感じになってさ、で長崎と広島のことを言ってるんですよ。なんか多分ね原爆の話とかしたかったと思うんですけど、もう広島と長崎の名前がごちゃごちゃになって何のこと言ってるか全然わかんなくてさ、で急に感傷的になって、俺たちの国はお前に原爆を落としたんだ、そのことについてお前はどう思ってるみたいなこと聞かれちゃってさ、いきなりそんな質問されてもって感じで、でもとりあえず当たり障りのないように答えようと思って、平和が一番だと思いますみたいに答えたんですでもその人また同じこと聞いてきてずっと繰り返してるんですよもう私の英語力では無理だと思ったんです。でしかもこれ以上喋るとなんか状況悪化しそうで怖かったんでもうその場はちょっと行かなきゃいけないからって言って退散しました。その人もともとちょっと挙動がおかしくってね、もしかしたらアルコール飲んでんじゃないかなとか薬物やってんじゃないのかなってちょっと思ってたんで、こういう退散の仕方っていうのをね学ばせてくれた人だったのかなと思います、いやさ、本当はそこのトラックストップで一回仮眠しようと思ってたんですよ。なんせ移動とか慣れない土地とかでね、もうほんと心身ともに疲れてて、これじゃ持たないなと思ってたんででも変わった人に絡まれちゃったし、なんかそこの駐車場雰囲気も若干悪かったしね、もうだから他にないものかと思って Google さんにお願いしたら1時間ぐらい先にまたあるって書いてあったから、じゃあもうそっちのトラックストップ移動しようと思って疲れてるけどまた1時間ぐらい運転したんです本当にこういう時 Google ってありがたいなと思いましたよ。本当サンキュー Google。で次のトラックストップに着いたのがもう3時回ってたねもうすんげえ死ぬほど眠かったです。でそれから死んだように2時間ぐらい寝てたんだけどさ、なんかめっちゃ寒くて急に目が覚めてね、いやもうなんでこんな寒いんだよと思って、もうほんと寒さにストレスを感じながらジャケットを出して着てましたけど、よくよく考えたら夜に運転してきてるんで、体感温度的にはちょうど良かったんですよねあとフェニックスからちょっとセドナの方に行ってたんで、標高が高くなったっていうのもあってめちゃくちゃ朝冷えたんだと思うんですいやもう疲れててそんなこと気にする余裕なかったし、そんなわけで、ジャケットも着たことだし、もう一回眠りにつこうと思って車に入ったんですけど、なんか今度はね朝日がガンガン当たってくるわけよ。だから眠いんだけどだんだん目が冴えてきてねいやもうなんか眠いし寒いしお腹も空いてきたし、英語も通じねえし左ハンドルだし変なやつには絡まれるし、もう眩しいんだよとにかくとか思ってね、だんだん精神病んできてましたね年齢のせいもあるかもしれないけど超しんどくて、あれほど日本に帰りたいと思ったことはないねっていうぐらいでした。とそんな感じで心身ともに冷え切ってましたので、まだ朝5時にもならない時にね、お店の方に温かいものを求めて入っていきました。そしたら私の好きなコーヒーを見つけまして、セルフだったんですけどね、当然そのセルフ様式も日本とは勝手が違いますから、他に来たお客さんを見たらねなんとなくわかるだろうなって思ってたんですけど、なんせ朝早かったんで人がいなかったんですよねでちょっとトライしてみようと思って紙コップ取ろうとしたんだけど、なんか紙コップがさ3種類ぐらいサイズがあって、なんか色がね2種類ぐらいあるわけ。
ちょっと待って、もしかしたらコーヒー用のカップって決まってないよねって思ったらさ、もう紙コップ取れなくなっちゃったわけ。まあもう完全に一時停止してました。はい。まあそんな時にね、まあたまたま店員の人がストローとか補充しに来てくれてたんで、ちょっと聞いてみようかなと思って、頑張って片言の英語でね、聞いてみたんですよ。私このやり方わかんないんですけど、どうしたらいいですかって。そしたらまあその店員さんがすごく丁寧に教えてくれまして、まずは結局どのコップでもよくって、まあ好きなサイズを選んでみたいな感じになって、まあミディアムを選びまして、まあその後好きなコーヒーを入れたらもう OK って感じの簡単な仕組みだったんですよね。しかもミックスしていいし、量とかもいっぱいいっぱい入れてもいいし、もうなんか何でもありな感じだったわ。まあさすが自由の国アメリカって感じですね、こういうとこが。でまあ無事にね、コーヒーを入れ終わったわけですけど、他にも何か買うのわからないことがあったら教えるよみたいに言ってきてくださって、あ、もう一応コーヒーだけで大丈夫ですみたいなこと言ったら、あ、オッケー、じゃあこれ一緒に持っていくねって言って、レジまでコーヒーを持ってってくれたんですよ、その店員さん。めっちゃ親切な方です。で、クレジットカードでお金を払おうとしたらさ、いや、お金はいらないよ。それは私の気持ちだからとか言ってるんですよ。いや、もういろいろ親切にしてもらったし、払いますって言ったんだけど、いや、大丈夫だから。そんなことよりも、アメリカにようこそって店員さんが言ってきてくれたんですよ。いや、もうその言葉がめっちゃくちゃ嬉しくてさ、そのコーヒーをおごってもらった以上に、その言葉にグッときてね、なんか受け入れてくれたような感じがして、あと緊張感もほぐれたんですよ、それと同時に。で、そんな感じに心ほぐれてたらさ、その子が、あなた日本人ですかって急に聞いてきてさ、いや、なんで分かったんだろうね。私の雰囲気なのか、それとも私のなまってるジャングリッシュなのか、どっちかですよね。で、はい、日本人ですよって答えたら、ここアメリカにはたくさん嫌な奴がいるけど、でも親切な人もたくさんいるから、もしあなたに嫌なことがあったとしても、アメリカを嫌いにならないでほしいなって彼女が言ってきたんですよ。いや、もう私、非常に感動いたしましてね、この言葉に。もうかなりいろんな意味で救われたもん。一瞬にして。いやー、でも今時こんなこと言える人っているのかな。まあなんかアメリカってかっこいいセリフとか結構言ったりするイメージあるんですけど、まあ私が旅中、この子以外そんなこと言われたことはなかったですけどね。いやもうほんと彼女には見習うべきところがたくさんありました。で、その店員さんといい旅よみたいな感じで一旦離れたんだけど、まあ車の中に帰っていただいたコーヒーを飲み始めたんですよ。そしたらもうめっちゃ体に染み込んできてね、その温かさが。で、それと同時に彼女の優しさを思い出して、なんかすっげえ泣けてくるんですよ。めっちゃポロポロ泣いてたもん。てか、まだ一日も経ってないのに、私なんでアメリカに来たんだろうって思ってたからね、あまりにも辛すぎて。だけど、こんな優しさに触れたからさ、いや、私まだ行かなきゃ、みたいな。まだやること終わってないもんって思いながらさ、再び次を目指そうとするわけですよ。で、しばらく一通り泣き散らした後に、また彼女のとこ戻って、すみません、ガソリンの入れ方教えてもらってもいいですかって聞きに行っちゃったわ。いや、こんな親切な人もう二度と会わねえかもと思ったんですよ。だから聞けるものは聞いとこうと思って、また彼女にね、いろいろ教えてもらいました。なんか給油するときは、まあ、クレジットカードで支払える機械とかもあるんだけど、もう絶対店内でお金払った方がいいよって言ってました。まあ、セキュリティ上やばいからやめといた方がいいよっていう警告ですね。いや、もう本当何から何まで親切な人でしたよ、彼女は。いやー、もうマジで。マジで彼女に会わなかったら、私この旅続けてられなかったと思う。だってそもそもアメリカに行きたいと思って行ってるわけじゃないし、だからもう最初から普通の旅行と違ってテンションがおかしかったのよ。